たった10秒間で下腹のぽっこりが改善できます。皆さんこんにちは、中川ゆきです。今日はデッドバグといってたった10秒間するだけでお腹のぽっこりを解消してくれるエクササイズをご紹介していきます。今日の種目は食後やたくさん水分を取った後にどうしても下腹がぽっこり出てしまう、また長年トレーニングやエクササイズをしているのにどうしても下腹周り、腰周りのお肉が取れないとお悩みの方には非常におすすめの種目です。従来の腹筋とは違って非常にピンポイントでお腹を効かすことができますから、ぜひ一緒に頑張りましょう。それでは今日やっていくデッドバグについてご紹介をしていきますが、その前にまず従来の腹筋運動でなぜお腹周りが落ちないのかというお話をしていくと、現代人の多くはほとんどが猫背でスマホを触ったり巻き肩といって腕が内向きになった状態ですね。前の筋肉が常に縮んだ状態で生活していることが多いです。特に下腹や腰周りのお肉がつく原因としてはこのように見えますね。腹直筋といってだいたい3分割、上部、中部、下部というふうに腹直筋が分かれていて、ほとんどの方がこのみぞおち近辺上部の腹筋を縮めた状態で何か作業をしたりスマホを見たり家事をしたりいろんなことをしてしまいます。結果的に上が縮む、でその分の圧力が下に逃げて下腹の腹直筋の下部が使えないからポコッと下腹にお肉がたまりやすい、脇腹腰回りもどうしてもお肉がついてしまう、このような状態になってしまいます。腹筋運動自体は決して悪いわけではありません。ただこの現代人の生活習慣とはあまり合っていないということです。というのも肉体労働がメインだった一昔前というのは重たい荷物を持ち上げたりすることによって背中側の背筋、脊柱起立筋といいますが、背中の筋肉が強くなっているから反り腰の方とか結構多かったんです。そういった方には腹直筋を鍛えることによって前後の筋肉のバランスが取れてお腹も締まる、綺麗なボディラインができるという仕組みになっていましたから、昔の方には非常に合ってました。ただし現在の生活様式やお仕事の形式が変わっている状態では昔の腹筋をしているだけではなかなか効果が出にくい、むしろ逆に下腹ぽっこりが悪化してしまう方も多いので、今日はお腹の筋肉、特に腹斜筋といって斜めのライン、そして腹横筋といって帯のようにお腹を細く包み込んでくれるくびれを作る筋肉、この2種類をメインに使っていくエクササイズになっています。ちょっぴりしんどいかもしれませんがかなり効いてきますから一緒に頑張りましょう。それでは今からデッドバグについて説明をしていきます。腹筋の運動としてやっていくんですが、寝転んだ状態で手と足を持ち上げて少しこのままキープをするだけです。これをですね、腹筋縮めずに伸ばした状態でやってますね。伸びた状態で腰の反りが出ないようにぎゅっとお腹を引っ込めて脇腹からもしっかり締めた状態、この状態で手足を持ち上げて10秒キープをするだけ。ただしこの種目急にやって腰が痛くなる方結構多いです。そういったことがないようにまず脇腹、腰回り、背中を柔らかくするストレッチをいくつかしてからデッドバグに移りたいと思います。はい、ではまず四つ倍のポジションを作ってください。このまま背中全部を丸めて反らします。目いっぱい息を吐いてゆっくり吸って吐いて吸って、まずは背中全体の柔軟性を高めていきます。しっかりと胸から腰までまん丸な丸みと反り、バランスよく作っていきましょう。呼吸は吸いながら反らして吐いて丸める、これだけ。目いっぱい吸って吐いて、徐々に背中が柔らかくなっていきます。あと15秒だけ。この時に肘が曲げ伸ばしになってこないようにしっかり肘は伸ばしたまま、あくまで背骨を柔らかく動かすだけ。もう一息。はい、いいです。では今度は座って足横。座るのが辛い方は椅子に座ってもらっても大丈夫です。はい、このまま手を遠く伸ばして横へ。この脇腹が伸びる感覚あったらいいですよ。でこの種目がですね、楽ちんで余裕がある方は最初からデッドバグの種目、最後の数分間に飛んでもらっても構いません。思いっきり息を吸ってゆっくり長く吐いて。どうですか、脇腹あたりが伸びてますか？これ背骨がね真ん中につながってて、あばら骨、こういうところにねついてますから、必ず背中を柔軟にしてからデッドバグはしていきましょう。特に現代人は背骨が固まっているからお腹がうまく使えない方非常に多いです。体の中心、体幹部は極力柔軟に保っておきましょう。
ちょっと痛いかな、気持ちいいかなぐらいの感覚で正解です。 OK、 今度は反対側。はい、左手を持ち上げます。しっかりとこの脇腹あたりを伸ばしていきます。目いっぱい息を吐いて、はい。そしてですね、毎回ちょっとずつ衣装チェンジをしてるんですが、今日はねアームカバーつけてますが、こう筋肉を刺す時に腕にもね筋肉の柄があるとちょっとごちゃごちゃして分かりにくいなってのでちょっとつけてみました。でズボンもね左右の足の違いが分かるように色を変えてるんですが、また是非ね皆さんこういうところを変えたらもっと見やすくなりそうっていうのがね、見てる立場として皆さんの感覚であれば是非ともですねコメント欄の方に、記入して教えてください。皆さんがですねちょっとでも見やすいように動画をね毎回アレンジして変えていってますから、是非ご協力お願いします。では呼吸しますよ。鼻から息を吸っていっぱい吐いて、しっかりとお尻は地面に突き刺すように。もう一息。はい、いいです。では両手をついていきます。これ腰が辛い方は肘ついたままでいいです。この状態でゆっくり胸反って、はい、お腹の前面腹直筋を伸ばしてます。猫背の原因ですね。これをしっかり伸ばしましょう。特にたくさん腹筋運動をめちゃくちゃ頑張ってね背中丸めてやってる方はこのストレッチをした方が実はお腹痩せに効果ある場合結構多いです。なのでエクササイズをするときは自分の苦手な種目とかいろいろ取り入れていくこともポイントになってきます。お腹の前がしっかりと伸びていく。これで腰が辛い、腰が痛いっていう方はもう完全に猫背さんもしくは腹直筋が縮こまっているパターンです。このストレッチはぜひ毎日取り入れてください。しっかりとお腹に長さ、細さを出していきます。はい、いいです。 OK。 で最後もう一回だけ背中全部をしっかり丸めて反らして、これをやってからデッドバッグに移りましょう。はい、しっかり反って丸めて反って丸めて、最初よりもちょっとでも動きやすくなっていれば正解です。で余裕が出てきたら思いっきり丸める。へそを覗き込むようにしっかり丸めて、お腹に力、反らす時は背中に力。吸って吐いて吸って吐いて、徐々に体の芯から温まってきてますね。もう一息、あと10秒ほど。これが終わったら10秒間のデッドバグですよ。はい、いいです。はい、では皆さんここからデッドバグ、お腹引き締めに移っていきましょう。寝転んだ状態で手足を上げるんですが、皆さんまず腰の反りが絶対出ないようにへそを引っ込めた状態で手足を上げます。この段階でもし足上げて腰が反ってしまう、お腹に効かないっていう場合は片足だけでもいいですし、反対の手と足を上げるだけでもいいです。これはね選んでください。これがファーストステップ。余裕があってできそうな方は2ステップ目、両足両手、そこにちょっぴり胸を持ち上げる。これがレベル2。そしてレベル3は手足を伸ばす。この位置も遠ければ遠いほどお腹に効いてきます。ただしこれまだお腹がちょっと苦手やなっていう方は伸ばしすぎると腰に負担がかかってしまうから、そういう時はレベル1、2あたりで選んでやってみてください。無理する必要はないです。自分のペースに合わせていきましょう。はい、ではデッドバッグしていきましょう。まずは手足を持ち上げて上半身もアップ。10秒間のデッドバグ5セットだけ。呼吸は必ず深く。10秒休憩です。首しんどい時はね両手で支えてもらってもいいですよ。はい、では行きましょう。アップ。余裕があったら手足が少し遠ざかっていく。目いっぱい息を吸って長く吐いて、今レベル2終わりました。ここからちょっとずつ手足が遠ざかっていきます。余裕があったら最初から伸ばしてもらってもいいですよ。はい、レベル3、またちょっと遠ざかりました。膝も伸びてきました。きついけどお腹が締まります。OK。あと2セットだけ。
10秒間ですけどね、なかなかしんどいですよ。はい、でレベル4、ちょっと遠ざかってきた。この手足、重りが腹筋から遠ざかれば遠ざかるほどにお腹に効いてくる。だー、腹筋群が喜んでます。めちゃめちゃきつい。最後レベル5です。地面スレスレ。ほっ、はい、この時も呼吸をします。目いっぱい息を吸って長く吐いてゆっくり呼吸。OK。 はい、お疲れ様でした。しんどい。はい、結構ねしんどかったと思いますが、たった10秒間を5セットです。ぜひコツコツ続けてもらいまして、お腹周り一緒に引き締めていきましょう。ぜひこの動画のご感想はコメント欄の方へお願いします。そして高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。あとはね、Twitter でこの動画シェアしてもらえたらめちゃめちゃもう泣いて喜びます。はい、という感じでまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。